強い体でなくてもいい。普通の体に生まれていたら、こんな苦労をすることもなかったのだろうか。私の名前は橋本るい。私には大切な姉がいる。姉の名前は橋本彩香。私の10歳年上で、現在35歳。バリバリのキャリアウーマンだ。幼い頃から体が弱く、学校を休みがちだった私だけど、両親の懸命なサポートのおかげで、一般の人と同じような生活を送ることができていた。だけど、6歳になったばかりの頃、交通事故に巻き込まれて、両親が他界。姉と私だけが生き残る。大好きな両親を事故で亡くし、葬儀の最中私は泣いてばかりだった。そんな私を姉はずっと抱きしめてくれて、親戚連中が私たちを引き取りたいって言ってきたけど、あいつらパパとママの保険金目当てなの丸分かりよ。ルイは私がちゃんと責任を持って育てるから心配しないでね。姉はまだ16歳だったけれど、その言葉通り私を守ってくれた。親戚の中でも唯一信頼できる独身の叔父に頼み込み、未成年後見人になってもらい、両親の残した家で遺産をやりくりしながら私と生活を開始。私の面倒を見ながらの学生生活はとても大変だっただろう。しかも私は体が弱い。両親のこともあり、ショックで体にも悪影響が出てしまい、保健室登校になった私を姉は懸命に支えてくれた。保健室登校の私をバカにして見下すクラスメートの心ない言葉に泣いて帰ったことがある。そんなくだらない奴ら相手にする必要もないわ。そいつらが吐く言葉に意味はない。あなたはとても素晴らしい人間よ。私が保証する。姉はそう言って私を励ましてくれたが、体だけでなく心も弱い私は深く傷つき、姉以外との人との関わりが苦手になってしまった。しかしこれ以上姉を苦労させたくない。中学もほぼ保健室登校だったけれど、勉強だけは頑張り、偏差値の高い公立校へ進学。だけど大学進学はせず、高卒で地元企業の事務員になった。学費のことは気にしないでいいのよ。私大学に入って学びたいこともないし、それよりは早く社会に出て働いて、お姉ちゃんの助けになりたいの。そう言った私を、姉は思わずといった様子で抱きしめてきた。もう子供じゃないんだから話してよと恥ずかしくて振りほどこうとしたけれど、姉は黙って私を抱きしめ続けた。両親を亡くしたあの時のように、成長するとともに体の弱さも少しはマシになり、普通の人と同じように働けるようになった。だけど油断してるとすぐ風邪をひいたり、体調を崩してしまう。姉はそんな私が心配で、おじさんから縁談を持ちかけられても断り続けているらしい。私がちゃんとしてないから、お姉ちゃんはいつまでたっても安心できないんだ。婚活でもしようかしらと思っていた矢先、職場の課長から見合い話を持ちかけられる。いい縁談だと思うんだよね。地元の御曹司で、うちの社長は先代にお世話になったそうだよ。そうなんですか。あまり気は乗らないけれど、もしこの縁談がうまくいったら、姉も安心してくれるかも。そんな思いで縁談を引き受けたのだけど、やめておいた方がいいんじゃないか？昼休み中、同僚の原田くんが突然そんなことを言い出した。縁談の話？やだ、聞いてたの？課長は声がでかいからな。その御曹司、あまりいい噂を聞かないぞ。そうなの？でも私なんかがお見合いできるってだけでもありがたい話だし、このチャンスは逃したくないのよ。すると原田くんは下を向いて、何やらゴニョゴニョと言い出した。お見合いなんかしなくたって、橋本なら別に。なんでもない。聞き返すと、なぜか顔を赤くしてどこかへ行ってしまった。姉の仕事はとても忙しいので、縁談が決まったという話はメッセージで報告した。とても心配している様子で、自分も同行すると言って聞かないので、課長を通して相手の了承を得た。そして当日、はじめまして、橋本るいと申します。
こちらは姉の彩香です。指定されたお見合い場所は、地元でも格式高いホテルの料亭。初めて訪れる場所にドキドキしながら、なんとか挨拶をした。だけど相手の御曹司、大岩さんはなぜか眉を寄せている。今回のお見合い相手って、あんた？そうですが。すると大岩さんは部屋中に響き渡るくらい大きなため息をついた。なんだよ、若い女って聞いたから期待してたのに、年増じゃねえか。俺は20代前半がいいって散々言ってるのに。ブツブツと文句を言う大岩さん。年増と言われればそうかもしれないけれど、初対面の相手にこんなこと普通言うだろうか。それに、この写真だと、まあ見れる顔してるけどさ、実物はこれかよ。顔色悪すぎてゾンビかと思ったわ。ゾンビって、顔色が悪いのは昔からなのですが。あのさ、俺ってこの地元の地主の息子なの。先代の父親が亡くなって、その遺産を全部引き継いだわけ。わかる？この地元で俺に逆らえるやつはいないの。聞いてもいないのに自慢げにベラベラと喋り続ける。こういう人に会うのは初めてで、どういう反応をすればいいのかわからず、私は呆然としてしまった。姉も驚いているのか、先ほどから何も言わない。自慢じゃないけど、俺の力ってすごいよ。飯田組って知ってる？地元のヤクザなんだけど、そいつらともつながりがあるんだよね。はあ、それはすごいですね。そうだよ、すごいんだよ。あの組が未だに潰れず儲かってるのは、俺が融通聞かせてやってるからだよ。大きな声じゃ言えないけど、あいつらがさばいてる違法薬物は、俺の協力のおかげで流通できてるんだよな。今、この人、違法薬物と言った？そんな犯罪絡みの話を自慢げにしゃべるなんて、この人は一体どういう神経をしているのだ？彼にとってはそれも自慢話の一つなのだろうか。俺、よく女をわざと酔いつぶれさせて持ち帰るんだけどさ、あんたは対象にならないかな。脱いだらすごいって言うなら考えないでもないけど。どうなのそこらへん。ちょっとその上着脱いでみてよ。ニヤニヤと下品な笑みを浮かべながら私に視線を向ける。その視線の意味を理解すると、私の体から一気に血の気が引いた。お断りします。はあ？隠したババアが拒否できると思ってんの？っていうか、お前に元から興味なんてねえし、何本気にしてんの？バカじゃね？そういう目で見られたことに対する恥ずかしさと、大岩さんに対する拒否感で気持ちが悪くなる。だけどここで強く言い返したら、このお見合いをセッティングしてくれた課長に迷惑がかかるかも。そう思うと何も言い返せず、吐き続けられる暴言を我慢するしかない。すると今まで黙っていた姉がすっと私の前に出てきた。にこりと笑みを浮かべている顔は、私がよく知っている優しい姉の顔だが、目の奥が笑っていないことに気づく。誰が格下ですって？は？私たちが本当に格下だと思う？っていうか、格下でもそうじゃなくても、どっちみち許さないけどね。そう言うと、姉はスーツの内ポケットに手を入れ、とあるものを大岩さんに見せた。とっても面白い話を聞かせてくれてありがとう。ところで私、こういうものなんだけど。姉が見せたのは警察手帳だ。は？大岩さんが目を限界まで見開く。かわいい妹のお見合い相手が、まさか黒い噂のある地元の御曹司だったとはね。警察？そう。しかもただの父兄さんじゃなくて、刑事警察。犯罪絡みの事件担当のバリバリの刑事さんよ。なんだって？姉はとても忙しく、当日まで私のお見合い相手の詳細を知らなかった。その仕事というのが刑事の仕事だ。最近この近辺で事件があったばかりで、担当になった姉はろくに休みもなく、ようやく一段落したのが昨日。疲れているだろうに、久々の休みの今日は
私のお見合いについてきてくれたのだ。大岩仁、あんたのことは前からうちの課でマークしてたわよ。近日中に事情を聞く予定だったけれど、さっきの自白で裏が取れたわ。自白？自慢げに話してたでしょ？もう忘れたの？とんだ鳥頭ね。さっきの内容、全部うちの課で掴んでた情報だったわ。先代はとてもいい地主さんだったのに、あんたの代になってから権力を振りかざして悪さばかりして、天国にいるお父さんが泣くわよ。同僚の原田さんが言ってた、あまりいい噂を聞かないというのはこのことだったのか。まさかそれが犯罪絡みだとは思いもよらなかったけれど、警察官の前で自白していると思わなかった大岩さんの方が驚いているようだ。今の話は全部嘘の話で。へえ、そうなんだ。まあ今の話が嘘でも本当でも別に私は構わないわ。改めてしょっぴいてあんたがもう一度自白したくなるまで追い詰めるだけだから。姉のまとう雰囲気が一気に鋭いものになる。現役の刑事らしいやつ感と鋭い眼光をまともに受けた大岩さんは真っ青な顔色になった。刑事としてあんたのことを許せないのはもちろんだけど、それ以上に私の可愛い大切な妹を傷つけたのは絶対に許せない。地の果てまで追い詰めて生まれたことを後悔させてやるから。手段は問わない。違法だろうが何だろうが構わないわ。あんたのことは絶対に許さない。姉の恫喝は体の芯からビリビリとくるもので、直接言われていないはずの私でさえ驚き体を固くしてしまう。大岩さんは真正面から恫喝を受けてしまい、涙目でへたり込んでしまった。その後、数日もしないうちに大岩さんは逮捕されたらしい。逃げようとしていたところを姉たちが見事捕まえたとのことだ。あいつに自白させるためとはいえ、あなたがひどいことを言われているのに黙って見てて、本当にごめんなさい。姉失格よ。お見合いの後、姉から土下座する勢いで謝罪をしてもらったけれど、私は苦笑いを浮かべてこう返した。私、お姉ちゃんの仕事の役に立てたことが嬉しいの。だから気にしないで。ルイ、それにお姉ちゃん言ってたでしょ？くだらない奴らを相手にする必要はない。そいつらが吐く言葉に意味はない。あなたはとても素晴らしい人間よ。私が保証するって。だから私、平気よ。昔、私がクラスメートから見下し、バカにされた時に、姉が言ってくれた言葉だ。この言葉があったから、私は何とか学校に通って卒業できたのだ。姉は少し驚いた顔を見せ、そしてとても嬉しそうな笑顔を浮かべた。覚えててくれたんだ。もちろんだよ。あなたが私を安心させようとして、したくもないお見合いをしたのは知ってたわ。私はあなたと暮らせるのが幸せだし、結婚したいとも思ってない。今の暮らしが一番幸せなの。真面目な顔でそう言ったかと思えば、今度は冗談交じりの笑みでこう続ける。あなたが結婚して家を出たいって言うなら話は別だけど、相手の男を憎みまくるでしょうけど、あなたの幸せが一番だからね。涙を飲んで我慢するわ。姉にそう言われた時、真っ先に思い浮かんだ顔がある。同僚の花田さんだ。なぜ彼の顔が思い浮かんだのか、一瞬だけ考えてすぐに自分の気持ちに気づいてしまい、私は思わず顔を赤く染めた。姉が目ざとくそれに気づき、私の肩をガシッと強く掴む。あ、相手は誰なの？お姉ちゃんに教えなさい。その男を逮捕してやるわ。いやいや、原田さんは何もしてないよ。逮捕しないで。原田っていう男ね、絶対に許さないから。姉が暴走するのをなんとかなだめながら、もうしばらくはこの日常を過ごしたいなと思った。姉を安心させるためではなく、私が心から一緒にいたいと思える人と結婚できるその日まで